はい、どうも、いろはすです。今回は FF7 リバース雑談動画第2弾ということで、前回はね、バトル育成関連を中心に注目したい点、気になるポイントなどを整理してみましたが、今回は、ストーリーとフィールド編ということでやっていきたいと思います。今回もね、この動画についてはあくまで個人的に気になった点を挙げているといった内容になるので、考察とかをね、しているわけではないので、そこはご了承ください。もしね、リバースのこんなところ楽しみだなとか、または不安なんだよねっていうところあったらコメント残していってもらえると嬉しいです。では早速行ってみましょう。はい。まずはストーリー関連ですが、これね、前作のリメイクの展開の時にもそうだったんですけど、やっぱりね、オリジナル版 FF7 のプレイヤーからしてみると、フィーラーを倒したことで今後どうなるのか、そもそもね、このリメイクの世界線や時間軸がオリジナル版とどう違うのかというあたりがみんな注目しているポイントなのかなと思います。この間の最新トレーラーでも開幕からみんな単価で運ばれてる描写があって、これはどういう位置づけの描写なのかとかね、なんでクラウドだけ映ってないんだとかね、謎多いですよね。この辺はね、いろんな考察とか出ていたりしてますけれども、ちょっとね、私の頭ではもうわかりません。ちょっと冒頭喋ったようにこの動画は考察じゃないんでね、こうなってほしいとかね、またはこうなってほしくないなってところは、どういうところなのかっていう感じで上げてみようと思います。はい。こちらですね。メインストーリーの展開。仲間キャラの追加離脱。カットされたくないエピソード。リバースはどこまで進むっていう感じですね。まずメインストーリーの展開ですが、これはね、ちょっと話に出しましたけれども、原作とね、どう世界線や時間軸が違ってくるかっていうのもありますけれども、そもそも今後の展開としてどうなのか、原作と大きく展開が変わってくるのか、実際のところはそうでもないのかというところですよね。これ個人的な希望を結論から言うと、大筋は原作と変わらないでほしいなんですよね。あくまで個人的希望ですよ。リメイクの時点でフィーラー倒したことでザックスが生存する描写があったりとか、エアリスのね、発言の節々からでも、今後起こることを知っているんじゃないかっていうね、疑惑があったりとかもあるので、エアリス自身もね、今回は生存するんじゃないかっていう予測があったりとかはしますよね。個人的にはそのような運命の分岐があるのを、プレイヤーに見せつつも、本筋としては原作と同じ流れでいってほしいなっていうのはありますね。原作のストーリーって、このセブンに限った話ではないんですけど、犠牲になってきた人たちに支えられて成立しているという側面も大きいと個人的には思っているので、クラウドたちのね、旅の途中でいきなりザックスがひょっこり出てきたら、それはちょっとってなっちゃうんですよね。元々のストーリーの感動が半減してしまうっていうか、そんな感じで。なので、どこかね、違う世界できっと元気にしてるんだろうな、ぐらいに思わせとくのが個人的にはいいバランスなのかなと思ったりしてます。どうなるんでしょうか。もちろんね、原作では語りきれなかった描写を補完するカットシーンとかね、深掘りシーンがあるのは全然歓迎しますよ。はい、次に仲間キャラの追加離脱ですね。これ気になりますよね。仲間キャラの加入については、ほぼ原作と近い形になるのかななんて予想はしていますが、どうなんでしょうね。リバースですでに加入が確実になっているユフィの加入も、ちょっとね、加入の仕方が気になりますよね。原作だと最速ではミスリルマインからジュノンの間のフィールドでね、いきなりバトルに出てきて、で、カットシーン入って、選択肢をね、選んでいくと加入するという感じだったんですけれども、今回どうですかね。ユフィの方もインターグレードでオリジナルのストーリー挟んできてるので、加入までの流れはね、変わる可能性ありますよね。シドとヴィンセントに関してはまだ映像すらね、公開されていないので何とも言えませんね。
ヴィンセントはメインストーリー上で直接仲間になるわけでもなかったですし、ヴィンセントに会うためにね、ロストナンバーっていう神羅屋敷のボスも倒す必要があったので、このあたりの流れはね、ちょっと変わってくる可能性はありますよね。あとはね、ケット氏、リメイクでも7番プレート崩落時に一瞬出てきたりしてましたよね。もしかしたら少しね、描写も追加されながら、クラウドたちにね、合流してくる可能性はありますよね。で、あと離脱なんですけど、原作ではね、中盤にエアリスが離脱する形にはなりますけれども、ここはね、メインストーリーのところで喋った通りですね。私ね、エアリス推しなので、あのシーン見るのは辛いっちゃ辛いんですけどね。でね、たまになのかな、今度はなんか誰々が離脱するんじゃないかってね、予想されたりしてるのもね、ふと見かけることはあるんですけれども、いやー、ここは誰も減ってほしくないな。はい。次にカットされたくないエピソードなんですけれども、ストーリー本線にね、直結するようなものは基本的にはカットとかはされないと思うんですよね。原作通りに話が進めばの場合ですけどね。なので、ここではもしかしたらリバースでは実装が危ういかもと思いつつ、ちゃんと入れては欲しいなと思うものを挙げてみました。こちら。はい。ミドガルゾルム、水兵、コレルプリズン、ウタイ、ゴンガガのタークスシーン。ちょっとね、原作のラストまで上げると数が多いので、一旦ね、前半部分ぐらいまでのね、範囲で限定させていただきました。で、ミドガルズオルムなんですけど、エピソードというかね、これちょっとしたカットシーンだったんですけどね、セフィロスのね、コピーがやったと思われる不気味なシーンね。いや、ああいう演出もね、当時の FF とかではね、雰囲気醸し出すというか、結構大事な表現だなと思っているので、セフィロスの強さ的なものをね、イメージさせるシーンとしてはいいのかなと。ただね、リメイクですでにジェノバとも対峙していて、セフィロスもね、ラスボスとして君臨してましたので、もしかしたらないかなっていう感じもします。でも、ボスなのか、強い雑魚みたいな感じなのかはわかんないですけど、ミドガルゾルム自身とはね、戦ってみたいですよね。結構、序盤だと初見殺し感ありましたもんね、あれ。はい。で、次がね、水兵です。これ何かわかりますかね？そう、これです。はい。運搬船乗るときにクラウドたちは神羅兵になりすまして乗船するわけなんですけど、バレットはなぜか水兵なんですよね。目立つよな、これ。で、しかもね、降りた後もね、パジャマに白なんていじられているので、これがね、リメイクのバレットでどう表現されるかっていうのはね、個人的には超楽しみにしてます。笑いを誘ってくれること間違いなしだと期待しております。そしてこれ、コレルプリズンですね。こちらもバレットメインのエピソードですね。原作ではゴールドソーサーの襲撃犯として間違われたクラウドたちが、収監された砂漠の監獄になるんですけれども、実はね、バレットがもともと住んでいたコレル村の跡地なんですよね。で、ここでダインとの一騎打ちとかあるわけなんですけど、これも見てみたいですよね。実際バトルもやってみたいですしね。マリンに関連するお話もあるので、ここはちょっと削らないでほしいなと思うんだけれども、もしかしたらね、丸々カットされて DLC 機とかもなきにしもあらずっていう感じですかね。そして次がウータイ。これはね、原作でもスキップしても問題ないサブストーリー的な扱いになってたんですけれども、ユフィの故郷でもあり、インターグレードでもね、ユフィ編の方で大きく触れられているので、何らかはね、あるんじゃないかなと思います。それこそ、インターグレードに関連するストーリーが用意されている可能性もありますよね。原作だと、ポルネオが再登場して、イリーナがね、さらわれたタークスと、ユフィがさらわれたクラウドたちがね、一時停戦して共に救出に向かうっていうお話になってますよね。原作でもイリーナにスポット当たるシーンね、数えるほどしかないので、再現されるとね、熱いかなと思いますね。
はい、最後にタークスつながりでゴンガガ村のタークスシーン。これね、ゴンガガ村手前の道中でタークスと遭遇してバトルシーンなんですけど、ここのね、レノとルードの会話ですよね。誰がお気に入りか的なやつ。これね、ちょっとフルボイスで見てみたいんですよね、個人的に。そういえばレノの声優さんはどうなるんですかね。まだ多分声とか出てないですよね。ちょっとそこら辺も気になってはいますね。はい、そしてストーリー編の最後、どこまで進むか問題。冒頭のメインストーリーの展開のところでお話ししたように、途中からね、大筋の展開が原作と離れていってしまう可能性もあるので、何とも言えないんですけど、3部作の2作目としてね、どのあたりまで入ってくるのかなと気になってる人も多いんじゃないかなと思います。個人的にはね、大きな節目としては、クロマテリアかな。クロマテリアがセフィロスの手に渡ってメテオが召喚されたところね、がいいなぁと思ってるんですけど、長いかな。いくつかね、節目になるようなポイントはありますよね。ワスラルル都までとか、全員仲間になったところまで、第2ブロンコ手に入れたところまでかな。とか、ただね、シドが仲間になるロケット村までといっても、リバースで再現するとなると、かなりすごいボリュームになりそうなんですよね。今回ディスクだと2枚組っていうことなんで、もういっぱい入れてくれと祈るしかないですよね。最後に、フィールド編になるんですけれども、ストーリーに直結する部分も多々ありますので、今回はね、フィールドのちょっとしたシステマチックなね、要素をメインに触れていきたいと思います。はい、こちら。探索要素はあるのか、乗り物は、ファストトラベルはって感じですね。探索要素とボリュームについては気になる人も多いんじゃないですかね。昨今のゲームだとね、オープンワールドでどれだけ遊べるかとかね、その自由度とボリュームがね、結構ゲームの評価対象にされることも多いですよね。最新トレーラーでフィールドを移動してるシーンもいくつかありましたが、実際ね、どれだけの広さを移動できて、フィールドの中にどんだけ探索要素あるかとかは動画じゃわからないと思うんで、プレイしてみてからって感じにはなるかとは思うんですけれども、リメイク見てもね、基本的にジャンプアクションとかがないので、ワイヤー使って登るみたいのはありましたけど、そこらをね、ぴょんぴょん移動できるわけではないと思うんで、そこまで超広大な範囲探索できるわけではないのかなとは思っています。フリーダンジョン的なものをね、発見してね、貴重なマテリアとか装備とかもらえるみたいなのあったら熱いんですけど、あくまでね、多分メインコンテンツはストーリー進めるゲームにはなってくると思うので、多くは望めないかな。サブクエストで行けるダンジョンがね、何個かあればいいなーって感じです。あとは、チョコボでお宝探し的な要素もありますので、探索要素はこれがメインになる可能性ありますね。チョコボの反応を見ながらお宝の場所を絞っていって探り当てていく、ここ掘れチョコボ的なね、ものになると予想してます。次、乗り物なんですけど、原作ではね、チョコボの他にもバギーやタイニーブロンコ、ハイウィンドが登場しますけれども、これ全部出てほしいな。ハイウィンドは、ストーリーの範囲次第ではまだ乗れないような気もしますけれども、タイニーブロンコあたりまでは普通にありそうですよね。行動範囲広がって乗り物じゃないと入り口にたどり着けないダンジョンとかあるとね、熱いんですけどね。最後。ファストトラベルなんですけど、昨今のゲームではね、このような機能は当たり前のようについていますけれども、7だとどうなんですかね。さすがにリメイクのようなチョコボでファストトラベルではないと思うんだよな。だってミスリルマイン越えたりとか海越えたらちょっとな。それこそ海チョコボとかだったら別ですけどね。7の世界観的に空飛ぶルート以外はあんまり実現性ないんですよね。しかも空飛ぶ乗り物は大体神羅の所有物ですからね。さすがに全部歩いて戻れはないと思うので、何らかの形では実装されるんだろうなとは思ってます。はい。ということで、ストーリーとフィールド関連について雑談って感じでね、気になるところ喋ってきましたけれども、今後のね、追加情報でこのあたり確認できればいいなと思ってます。
ではでは、お付き合いありがとうございました。いろはすでした。